はい、ありがとうございます。はい。ですね、四つん這いになれたりします？四つん這い。四つん這い式。あ、そうです、そうです。うん。で、体反ってほしいんです。体を反る。反る。下に反る。あ、そうです、そうです、そうです。その時に、今、力を入れた状態で、要はい。は肩甲骨周りは力んで反らせると思うんですけど、できるだけ脱力した状態で、肩甲骨を中にグッて入れるイメージで動かしたい。で、今、股関節の真下に膝がないんです。ああ。これが力んじゃうので、あ、そうです、そうです。真下に持ってもらって反る。で、今度丸まってください。まるまる。はい、丸々。あ、そうです、そうです。この状態ね、すごくいいです。肩甲骨が外側にぐーっと出てきてると思うんですよ。はい。で、今度、もう一回へっこましてください。もう一回。そう。ほら、肩甲骨今中に入ったでしょ。はい、はい。そうです。で、今度丸まってください。ぐーっと。ほら、今度肩甲骨外側にこう出てくる感じだとね。はい。で、これを力んだ状態でやってしまう癖がついてると、投げるときはい。もやっぱり力んじゃうんですよね。ははははは。で、それを力抜いた状態でできるだけ、要は、反って丸めて反って丸めての繰り返しをしたい。なるほど。で、これどっちかって言ったら、筋肉を鍛えるというよりかは、そはい。の操作性であったりとか、はい。可動域を広げるであったりとか、はい。そういう柔軟性ももちろんそうなんですけど、そういうふうな部類のトレーニングになるので、なるほど。すごく必要から。で、それがこう、うん。力抜けた状態でできるようになってくると、になってくるんで、うん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 。うん。で、例えばその立った状態で、はい。立今肩甲骨だけ動かしたりできます？った状態で肩甲骨を動かす。はい。肩甲骨だけ。どっち向きはいい？そう。背中向けて。肩甲骨だけ。OK です。今どっちかっていうと、肩周りの筋肉で骨を動かしてる感じなんです。肩も動いてる。そうそう。ほら、僕ちょっと真似してやりますね。はい。今どっちかっていうと、お前こうなってる。こういう感じなんですね、今。はい。周りの筋肉で力んで動かそうとしてる感じ。で、力抜いた状態で肩甲骨だけ動かすと、わかります？あ、すげえ。開いたり閉じたりしてる。こっち右ですね。おおで、こっち左。うわ、これすげえ。両方。はあ、これが、はあ、は要するに力まんでも動くんですよ。ああ。体って。で、それが、例えば、手ここにありますけど、これ今、肩甲骨を中に入れてるんです。あ。これ中出したんです。これ中入れたんです。これ出したんです。逆でやりますね。はい。この状態から、これ中入れたんです。これ出したんです。これ中入れたんです。うーん。っていうのが、要するにその、力抜いた状態で感覚さえあると動くんですけど、この感覚をつけていきたいですよね。なるほど。で例えばこの状態から、こう力むじゃないですか。はい。力んで肩甲骨を上げたんです。で、この状態から、これで上がったんですよ。肩甲骨って。あ今、あ。こう出てきたんですね、肩甲骨。ええ。これ投げるときじゃないですか。ですね。はで、い。腕上げるときってこの状態なんです。うん、うん、うん、うん。なので、腕上げるときは肩甲骨の中に入ってるんですけど、ええ。腕振るときは肩甲骨が外に出てくるんですけど、これを力んだ状態でやっちゃうと、当然、テイクバックやトップでは力んでるので、うん。しなりは弱いし、リリースももっと力入るのに、トップで力んでるから、そない力が伝わらへんというか。なるほど。この、力まず肩甲骨をこう、自由に動かすことができたら、はい。上げるときには、こう下がってるんですよね。そういうときには出せるんですよね。ああ。出す、入れる、出す、入れる、出す、入れる。なるほど。で、それが四つん這いの状態の方が、
要は、力抜くと重力で下への力が勝手に加わるので、取りやすいですよね。ああ。だし、まあその感覚をつかみやすいんですけど、私ちょっと何回かやってもらっていいですか？はい。さっきね、これできまし四つん這いの状態ですかね。あ、はい。四つん這いの状態で。力まずと。力まず力抜いて、ちょうど肩甲骨、例えばかぶせるように持ってもらうと、肩甲骨の動きがすごくわかりやすいと思います。お父さん自身も。肩甲骨にね、かぶせるように持つ方がわかりやすいかもです。右か左どっちか選んでもらって。こっちですね。はい。今、右に入って、息入ってますね。はい。右斜め上に、この後、丸まったら流れてきて。はい、上がってます、上がってます。で、今度へそ側に入っていくでしょ？うちには。はい、はい、はい。その角度で肩甲骨動くようになってるんですよ。なるほど。うん。で、これが力んじゃうとしんどいんで、うん。しんどいこれ。しんどいってことは力んでるんですよね。そうですね。だから最小限の力で感覚さえあれば動かせれるっていう感じなんです。はははは。だし、ここが本当に難しいところで、なるほど。例えば、胸郭をしならせなさいよとか、腕をしならせなさいよって言ったところで、そういうアドバイスをすることによって力んじゃうピッチャーにとっては、かえってしならなくなってしまうんですよね、そのアドバイスが。なるほど。しなりなさいよは正しいんです。しなることを求めた方がいいので。でも意識することによって力が入っちゃって力まなくなるなら、そのアドバイスよりかは、今みたいなトレーニングで感覚をつかんだ方が早いというか。なるほど。はい。実際に投げる時のことを思いながら、投げる投球フォームを考えながら、エクササイズするっていうことですよね。そうです、そうです。はい。で、今、例えば四つん這いになってもらったものを、例えば正座してもらっていいです。正座して。正座してもらった状態で、同じように動かしてみてください。反って丸めて、反って丸めて。で、前に出すんですかね。前で出さなくていいです。手下で。手下で。そうです、そうです。これ丸めてますね、今。はい。で、これ反ってますね。はい。そうそう。これが丸まってますね。はい。そう。では、四つん這いの状態の体幹の中の動きを、今、座った状態でやってもらってるんです。はい。で、要は、四つん這いよりもちょっと難易度上がるんですよね。なるほど。重力が今度、加わらないですもんね。そうですね。もう四つん這いの状態よりも、座ってる時の方が、まあ、要は、重力に抗う力が勝手に加わるので、はい。バランス取るために。だから今度それを立った状態でもやるんです。そうです、そうです。だからこの今の胸張ってもらっていい？反って。この状態が、要はしなりの状態なんですよ。ピッチングの。要は腕でいうここですよね。この、投げる前のこの状態ですよね。はい。この状態ですよね。なるほど。ここから投げるときにはかぶさってくるんで、今度丸まった状態ですよね。なので、まあ、この状態から、これが今張ってる状態なんで、さっきの。はい。立ってる状態での入ってる状態。で、これが出した、入れた、出した、入れた。なので、しなるこのタイミングでを絶対力抜いときたいんですよ。ピッチングフォームの。リトル。だし、今、立った状態で、この動きが、要は力まないとできないのであれば、今、例えば、胸を張ろうとしたり、しなろうとさせたときに、勝手にテイクバックで力んじゃいますよ。
なので、今、例えば、ピッチングフォームに、例えば、移していくときには、はいそれを意識しない方がいいんですよ。なるほど。正友くんがね。正友くんが意識しちゃうと、どうしても力んじゃうと思うんで、ああ。うん。勝手に出て今よくるよね。りも腕は走らなくなる。ああ、そうですか。今はどっちかっていうと、テイクバックの状態から左手を上手に使って、右足も使って空間作ってね、はいそこ。に腕が振りやすい状況を作ってるんで、そうですね。はい。ここから振りに行ってるんですよね。うん。でも、ここは抜けてた。で、振りに行ってるんで、多少しなりが甘くても、腕の振りがもともと速いのと生きてきてるんですけど、うん。ちょっと上の、やっぱステージのピッチングの完成度を求めるなら、ここで脱力した状態で、やっぱりここしなりたいんですよね。しなった状態から行きたいんですね。なるほど。だから今、この持たれてやる動きとか、今のこの四つん這いの動きとかで、力感なくできるようになってから、フォームでも意識する方が、あ遠回りに見えてだいぶ近道ですね。あ。なるほど、なるほど。今ここしなろうしてしまうと、結局ここで力んで、うん。リリースで抜けるようなフォームになっちゃう。はい。もう間違いないと思います。はい。あむずい。とは、下に寝てもらう、仰向けで寝てもらって、こういう状態作ってもらっていいですか？そう。ほんで、右足を回してってもらっていい？右足の軸足の方。そのまんま。内旋させるんですね。投げるときのように。そのまんま内転させる。下ろして、内旋させる。そう。もっと。腰回していいよ。腰も回していいよ。もっと。ああ、なるほど。もっと。右の肩甲骨が浮くぐらい？右の肩甲骨が浮くぐらい。回す。そう。もっと回してもらっていいよ。もっとぐーっと。おー。そう。で、これがね、やっぱりちょっと硬いですよね。なるほど。はい。今右肩で言うと、ゼロポジションの角度なので、はい。そんなに負担はないんですけど、はい。でも、しなるっていうよりかはね、右足、胸郭と右肘が一緒に出てきちゃうので、それで感覚を掴んでもいいかも。手は地面にひっつけとくってこと。右肘は地面にひっつけた状態にしといた方がいいですかね。そう、力が抜けてると、はい遅れてくるはずなんです、勝手に。なるほど。寝てるんでね。いやー、これでいかん人ついてる。そう。ほんで結構ブリッジが大事やって言われるのも、結局、はい体のフィジカル的にね、しなるような状態の、しなれる体の状態があるかどうかもね、関わってくるので。ブリッジできる？無理じゃ余裕でできる。私、ブリッジって力入ってる状態なんで、またね、テークバックの脱力とはちょっと違うんですけど、そうですね。はい。でも、しなるっていう状態で言ったらね、アーチを描くのは、形ですよね。この胸だけ単体で見たときですよね。そうです。はい。もし、正友くんが、右足、靴下とか、マットで滑るようやったら、靴下脱いで、僕のフローリングですかね。はい。で、やる方が滑らんと、回しやすいかもしれないです。靴下脱いで、フローリングでやった方が足が滑らんけ、動きやすい。ブリッジさっきの同じ動きでいいですかね。はい、そうです。そう。ほんで、この時に、はい。肘を置いとこうと思って力むのもちょっと違うんですよね。なるほど。余計上がっちゃうんで。脱力するから遅れてくる感覚を壁スローであったり、この寝そべんのであったり、今みたいなやつで掴んでいくと、またレベルかなり上がってきますね。力抜くのはできるけど、多分硬い。この動き。おへその
おへそと腕が繋がる感じがまたここで出てくるといいんですよね。はあ、はあ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 。そう。で、遅れたらいいので、例えば今の状態で、はい。下から順番に巻いていって、軽く投げるところら辺まで動かしてみてもいいですよ。下から順に、ナはい。イスね。回していって、胸郭出て、肘出ていって、みたいな。そうですね。ああ、なるほど。はいはいはい。そうです。ああ、なるほどですね。あ、そう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 。うん。でもこれマサトクモ君もお父さんもかなりレベルの高い、技術なんで、はあ。大体テイクバックからみんな力んじゃうんですよ。うーん。うでもだからこそ、ね、ちょっと努力の限界値が低くなってしまうというか。ーん。これはちょっと、うん、面白いですね、でも。そうなんです。うん。プロ野球選手もそのテイクバックのその感覚がつかめたっていうので、だいぶ化けたりするんですよね。ああ、なるほどですね。その感覚出てきたっていうことで。はい。下から、そして、これが高速で実際投げるときには起こるわけですよね。そうです、そうです。で、今、ちょうどその動きが、課題であるところなので、はい。もともとね、腕振るのは、僕が関わらせてもらった時からすごく腕の振りが速くて、そこが魅力的だったので、はい。その振りを、要は振れる状態にしていったのがここまでで、うん。今度はもう脱力でしならが生まれるような状態にしていきましょうって感じですね。なるほど、なるほど。はい。これはちょっといい課題が。はい。そうですね。ないがされとったとは。例えばね、立った状態でさっきの動きしてもらっていいですか？反って丸めて、反って丸めて。反って丸めて。そうです、そうです。で、反るときに、体の手は外向けた方がいいです。こう、こう。ああ、そうそう。で、下向けた状態ね。で、そう、外、内、外、内。お父さん、これなんかに似てるでしょ？投げるときの形ですよね。そうそう、投げるときの角度にそっくりでしょ？肘の高さがええ、違うだけで。そうですね。そうです。海外、海内ですね。そうです、そうです。で、これが力の抜けた状態でやるなら、手はもっとブランとしてもいいです。ブラーンその目として。的によって、力の抜けた状態で肩甲骨の動きだけ確認するなら、あ、そうです。もうその状態から、あ、もっと下げていいよ、手首は。そうそう、もっと力抜いた状態。そうそう、その場で、ちょっと動かすぐらいで。手も。そうそうそう。ああ、なるほど。そう、力抜けた状態でそれができたらいいし、あとは手を上げてっても、力抜いた状態でやりたいんですよね。上げて、して。そうです、そうです。で、例えば完全にこうやって上げてしまっても、こうやって上げてしまってもできますよ。肩甲骨入れて、出して、入れて、出して、入れて、出して。そうそう。こっちの方がやっぱ難易度が上がるので、はい。より、動きにくいんですけど、うん。力が入ってしまいますよね、手を上げると。そうです。今ちょっとやりますね。この状はい。態から、今、入れてるんですけど、はい、はい。出す、入れる、出す、入れる、出す。で、手の位置もやっぱ変わるんですよ。肩甲骨を中に入れ、こう、外に出すとこう。今、肩甲骨を動かしてるだけなんですけど、手の位置もやっぱ変わっちゃうんですよね。勝手に手のひらも変わるってことですよね、動きが。そう手の動きが変わりますね。この状態から中入れる。
出す。こっちの方がわかりやすいですかね。中入れる、出す。中入れる、出す。中入れる、出す。うん。いや、よくわからんわ。難しい。うん。力入れてしまう。うん前に丸めるときに。そう。で、どうしても入ってしまうんで、うんそれは自然な動きとしていいんですけど、それがこう、四つん這いの状態での感覚がやっぱ一番脱力はつかみやすいので、なるほど。で、だんだんホームに近づければ近づけるほどやっぱ入りやすくなるんですよ。うーん。で、それでも抜けるようにしていかないと。なるほど、なるほど。で、筋トレとかをはいたく。さんやると、要は力入れるトレーニングになるんですよね。ですよね、はい。でも、今みたいに抜きたいところで抜くとはまた、もう全然方向性違う話なんで、うーん。出力が上がったところで上手に体使えるかは、もう全然違う、両輪でやっていかなあかんですよね。うん、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 うん。なるほどですね。で、その筋トレをして体が硬くなったのは、はい。本当の柔軟性や可動域が狭くなったのか、はい。要は筋肉が力みがちになるから、突っ張りやすくなってるのかは、うん。選手違うんですけど、なるほど。可動域自体は変わってないけど、まあリラックスした状態の可動域は変わってないけど、うーん。筋トレの成果として筋肉はついたけども、うん。力が入りやすくなってるので、う抜きん。たいところで入ってしまって、可動域が狭くなって突っ張って、うんまあ、怪我している可能性もあって。なるほどですね。はうんあの、この子がおそらく行くであろうと思う高校がですね、い。はい。書道負荷トレーニングをすごいはいはいはい。やってる高校で、それはいじゃあ、すごい理にはかなってるんですよね、じゃあ。あ、そうですね。書道負荷はいいですよ。うーん。いいです、いいです。なるほど。だし、なんか目的とか狙いがやっぱ分かってない選手よりは分かってる選手の方が絶対、う同じ書道ーん。負荷やってても全然成果違うので、なるほどですね。はい。なるほど。もう正直まだ書道負荷がなんなんやらもう僕も正直はあんまり分かってはないんですけど、なんとなくイメージ的に分かるのは分かるんですけど。そうですね。ちょっとこのエクササイズを、やってみる。この冬毎日、うん。そうですね。あとね、こう、手首のあれ話なんですけど、手首っていうか腕の話なんですけど、はい。これ動画で見られたことありますなんかここだけ動かしてくださいってやつ。あ、見ましたね。はい。あれも同じ原理なので、うん。力んでるから一緒にしか回らへんけど、はい、力抜はい。くと、ここだけ、動きますよっていう。うん、うん、うん、これ本来、こう、で腕回してくださいってなると、こうね、こういう回し方しかイメージできないんですけど、力抜いた状態でここだけ止めといて、これ動かす感覚さえ身につけたら、手離しても動くんで、ここだけ。こういうことこういうことですかね。やってもらっていいですか手首も見えるようにしてもらっていいですか手首。あ、回っちゃってますね、手首。手首を回っちゃいけない。この状態そうです、そうです。この状態をやらずつけるとですよね。そう、力抜いた状態で、ここだけ回すんです。いやいや。で例えば、これも、地面に手ついてもらって、はい。ここだけ動かすような感覚身につけたああ。ら、地面から手を貸してもできるようになるので、こういうことですね。そうそうそう。それも力できるだけ抜いた状態で感覚で覚えるのよ。
地面つけたらでも、そういうの力入れず全く。空中じゃない。うん。やばい。むずすぎる。そうなんです。これも感覚なんで、そういう感覚を身につけたら、もうそれも自分でね、操作できるようになっていく。うーん。こんな感じでいいんですかね、今の。あ、そうです、そうです。で、うんうんうん。その感覚を覚えたら、ちょっとずつ浮かしたりとか、で、抜けとく方がいいし、こう立てとく、まあ立てといても、あれですけど、下向けとく方が力は抜けますけど。これ、ボール持ってやるのはどうですか？ボール持ってやるのも、やったことないですね。ボール持ってやる。感覚が身についたらできるとは思います。ああ、そうですか。けど、持つときに、ちょっと力んじゃうようやったら、ちょっと回っちゃうかもあしれないですあ、ね。なるほどですね。すげえ。めっちゃ回りよる。え私、これも動画で説明したやつがあるんですけど、運動はい。神経って、あれなんはい。ですね。その神経の本数なんですよ。うーん。なので、使ってなかったら、要はその5本いっぺんに使ってるのを、例えば2本だけ使うとか、はい。4本使うとか、それでこう操作の、レパートリーが増えるような感じなので、うーん。筋肉を鍛えるとはまた違うんですね。うーん。なるほど。はい。やし、今のうちにやっとくと、例えば筋トレをして、筋肉がついて出力が上がった時の活かし方も全然変わってくるんで、ああ。はい。全然いいですよね。これむずいね。やっぱ難易度高い。これもだから投げるときに実際そういう動きを意識するもんじゃなくて、あくまでもそのエクササイズでっていうことですよね。そうです、そうです。うんうんで、それができると、例えば脳みそってすごくて、例えばこうしたい、ああしたいを叶えてくれる引き出しが増えるので、うんうーん。やし自分が意識してなくても勝手に使ってくれたりします。なるほど。うん、いや。地面で力抜いてやるのはめっちゃできるけど、まあその感覚が、まあ、ある日ボール投げる瞬間に突然できたりっていう。そうですね。もう本当にコツをつかむような感じなんで、うん本当にコツをつかむコツも、骨を指してますもんね。語うん。源も。ああ、なるほど。コツ。はい。骨の動きをつかむということなんで。コツ。うん。うん。全然できなかった。そう。でも本当にできるようになっていきますよ。うもともとできる子の方が少ないので。で、おー。たまにね、ほんまにできる子います。へえ。いきなり。おー。でも本当稀なんですけど、うほとんどん。できないです。で、その感覚と、肩甲骨だけ動かすとか、力抜いた状態で胸郭開いてとかっていうのは、まあ一緒です。感覚的には。うん。無駄な力を抜いて、必要なところだけ力入れるっていう感じですよね。はいはいはい。うん。実際いや、ループの動きって、以はい。前やっていただいて気持ちいいってね、言ってくれてはりましたけど、ええ。あれも、まあ動き自体最初は不慣れで難しいんですけど、ええ。慣れてきたときに、表面的に見ていても同じような動きに見えたとしても、ええ。本人の動作感覚での力感ってのはやっぱり人それぞれ全然違って、うん。むちゃむちゃ力んでやってる子なんかはあんま意味ないんですよ。なるほど。あれはテイクバックで脱力したいための練習でもあるので、うん。
ここから脱力したら腕ってこうガーンと落ちるんですけど、うんうんうん。これでね、これで投げれるんで、なるほどですね。はい。で、遠心力で、まあ、力抜いた状態でも、遠心力のおかげで回りやすくなってるっていうね、サポートがより効くんで。なるほど。うん。だし今の動きで、例えばまずできるようになってきたときに、勝手にフォームをしなり出すんですよ。ああ。力抜ける感覚さえこうついてきたときに。うん。むずいやん。あまあそんなに難しく考えることもないですよね。あ、そうです、そうです。もうやればいい。そう。今、壁スローイングとか、寝そば行って、ね、動き確認したり、四つん這いで確認したりとか、で、自分の中で脱力して動かす感覚がついてくると、うん。まあ、いじらなくていいから逆に。う。うんん。さっき言ったみたいに、しなろうとしようって言った時に、また弊害が出てくるから、ああ。また変わってきちゃいますもんね、投げ方が。そうです。今の投げ方のまんま、テイクバックがもっと脱落するだけでもっとしなるから。なるほど。力感を変えるってことですよね。力感というか、フォーム。うん。このエクササイズを毎日やってその感覚をもう覚え込むっていうことですよね。そうです、そうです。で、投例えばげ方を変えるんではなくて。壁スローイングとかも実際ボール投げてきたときに、はい。もっとこうへそから腕へのこう神経のつながりがもっと感じられたりとか、うん、うん、うん、腕の振りやすさが変わってきたりとか、うん。いい意味で、体の動かし方の変化を感じてくると思って、なるほどですね。はい。ちょっと壁スローイングもう一度見てもらっていいですか？あ、はい。壁スイングでどれ俺名名前で前で覚えて手つけてやるやつ。ああ、そっちだ。これもそういうまでいくの？これもう最後まで腰も回してしまっていいんですよね。そうです。そうです。で、変に不自然なぐらい、例えば、むちゃむちゃ右手で頑張って、体むっちゃねじれてんのに、ここだけ無理したら余計、こうね、力むと思うので、はい。その辺のバランスは探ってもらって、脱力できしてるだけ力まず脱力した状態までいったら、あとはこう、捨てなくて、腕振るようなイメージで投げてもらったらいいんで。この時に肩甲骨を後ろに寄せるとか、そういうことはもう考えない方がいいですよね。そうですね。脱力したら勝手に入っていきます。ああ、なるほど。はい。例えば、はい。手を上げてもらっていいですか？手を上げて。右手。で、肩を上げてください。肩を上げる。力勝手に入りますよね。はい。今度肩を下げてください。首を伸ばしてください。ほんなら力抜けますよね。はこれが肩甲骨の位置の違いなんですよ。要するに肩甲骨を上げて、肩甲骨を上げるとね、肩甲骨をぐっとむちゃむちゃ上げると絶対力んじゃうんですよ。ああ、ですね。で下げると力抜けるんですよ。うん。だし、緊張した時って肩自然と上がりますやん。はいはいはい。で、ぐーっとやって落としても力抜けるんですけど、はい。その辺も、例えば今の状態で肩が上がってたら力んじゃうので、うん。そういう時なんかは意図的に下げたりとか、する方が力みは取れますね。音として。バッティングとかでもね、なんかこう上半身硬い子なんか肩上がってた時ってああ。打てないですけど、うんうん肩下げて首伸ばす方がね、操作性がうん。はい。いっぱい上がるんで。ああ、確かに肩上げよ回して。う。グリーンの奥さんでいいじうん。そうそう。やし、例えばトレーニング的なニュアンスやるときは、この状態から軸足を回して戻して、回して戻して、回して戻してっていう、ゃん。あ
この動きの確認だけでいいと思うんですけど、うん。投げるときには、もう少し、ホームに近い形でスムーズさを意識した方がいいですね。なるほど。結局止まっちゃうと、連動ではなくなるので、ああ、なるほどですね。そう、そっちの方がいいよ、さっきよりは。うんでも今のこの練習って、はい。以前僕は関わらせてもらってすぐにはできなかったんですよね。ああ、そうですか。なぜなら、一番はい最初、テイクバックが遅れてくるっていう指導からやったと思うんですよ。ああ。ですね。はい。テイクバックが遅れたら絶対力まなしゃあないんですよ。できない、できないですね。はい。はい。間に合ってないから急いで振らんとあかんので。おかしなことになりますね。そうなんですね。テイクバックが間に合ってきたので、もう次の段階まで順調にいけてるっていう感じですね。なるほど。上がってきてるから脱力してうまくうん。失ってこれるっていう。うん、うん、うん。で、例えばレベルの高い、ところのやってるピッチャーなんかは、要ははい100で投げたボールと、例えば7割、6割で投げたボールの質がそんなに変わらなかったり、ひょっとしたら6割ぐらいで投げたボールの方が走ってたりするんですよね。なるほど。それはもう完全にそこの技術がもともと持っている選手が、うん。まあ、力んでも強いボール投げれるけど、6割ぐらいでも実は投げれるんですって知らずに思いっきり投げてて、なるほど。もっと体全体で投げなさいとか、うん。もっと足使って投げなさいで、上半身がしなってきたときに、まだちょっと違う、より質のいいボールになっていくってこと、まあよくありますよね。うーん。10割で投げる必要、6割とかでも投げれるのに、わざわざ10割で投げてるってことですよ。そうですね。だからフィジカルむっちゃ鍛えた、例えば社会人の選手とかで、もうむちゃむちゃ力んで投げてマックスで、例えば150投げてます。で、6割ぐらいで、一気に140しか出なくなっちゃう。だから試合では常に力んでしまう。で、なるほど回で言ったら2、3回しか持たへんくても4回ぐらいからパーっていっちゃうみたいな選手は、うんそもそもその力がないんですよね。なるほど。で逆に、6割ぐらいで、もうよりいいボールを投げちゃう選手もいるので、その選手はもともとその力があるのに、うん。怖さからか力んでどうしても投げてしまって、うん6割でも同じボールが投げれるとか、もっといいボールになるっていうのが分からず投げちゃってるとかですよね。うーん。で、今、マサブトム君の場合は、今はまだないので、それをつけていったときに、今100あるボールが100で、100投げてるボールが6割で110、120投げるようになっていくっていう感じです。ああ、うん、うん、うんうん。なるほど。はい。 6割でも、パワーが良く。でその辺がうまいこと動き出したらってことですよね。そうです、そうです。うん。なるほど。胸郭の上向きがすごく気にはなってたんで、はい。これどういうあれなんかなと思ってたんですけど、なるほどですね。そうです。だから140投げてる子なんかは、やっぱその辺の技術はありますよね、見てても。うん、ですよね。それこそなんぼフィジカルが強い言うても、フィジカルだけで140だけの難しいので、やっぱり。うん。お父さんが送っていただいたやつなんかは、もろにそれが分かりやすい資料でしたよね。はい。そうですね。もうあの子が今おそらく中四国ではもうナンバーワンはい。みたいなんですよ。うん、うん、うん。いや、まあ、それこそ確かインステップでしたかね、あの子も。ええ、そうですね。そうだ、あの辺がね、治ると、怪我のリスク下がっていいんですけどね、ちょっと心配ですよね。なんか一説によるともうちょっと肩が結構良くないっていう。うん、うん。うん。6割ってことね。だから、トレーニングやっていってね。まあ、あれですよね。投げる、本人のその投げる感覚自体は今までと何らもう変える必要はないっていう。あ、そうです、そうです。もう変える必要なく、はい。こっちの方がなんか楽にボール走るなとか、
うん。その、日に日に調子も絶対違うと思うんですよ。ええ。今日はなんか楽に腕が走る日があったり、今日なんか調子悪いなとか、ステージが上がっても、絶対ね、上下はあるので、あるですね、そのはい。中の、今日調子いいやんってなった時に、その、脱力ができていて、しなるようなフォームになっていて、うんで、その練習の成果がそこに入ってきたりするはずなんで、なるほど。なるほど。で、今日いいわ、みたいなところが、実は、お父さんがね、見られて、前より砂飛んでって言うてくれはったりとかしたら、うん。多分それがね、ほんまにそうなんやろうし、うん。そういうフィードバックも必要かもしれないですね。なるほどですね。でも、フォーム自体は悪くないですよ。ああ、そうですね。腕は振りやすくはなってるんで、はい。確かに、もう投げってフルスペースが大きいっていうか、あるなって感じがしますね。前まで窮屈な感じで投げってけど。そうですね。肘の張りがね、投げ終わった後にやっぱりないらしいんですよ。はい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 。なんで、すごいいい傾向だろうなと思ってたんですけど。そうですね。そうです。で、それが、もう少し胸郭あたりの分散してくると思うので、今、練習してる、これからやろうとしてることが身についてきたら、はい。余計負担はなくなってきますね。なるほど。はい。もうほんとこんなんでボール行くんかっていうような力感でね、140キロ近く出たらすごい楽ですもんね。そうです。で、また打ちづらいですしね、そっちの方が。はい。あとなんかご質問とかありますか？ピッチングの時に、はい。一回、こう立つじゃないですか。はい。この時の手の位置が自分の中で決まってなくって、自分の中のイメージなんですけど、高くてこうやってやっとったら、左手をまっすぐ出せんで、こう邪魔することが少ないかなって感じで思ってて、でも、高いとちょっとトップが遅れるっていう感じもあって、で、低すぎると、ちょっとなんか立った時気持ち悪いなって感覚があるんですよ。で、真ん中だと、たまにこう、左手が邪魔しに入っちゃうっていうか、その感じがあって、どれが自分に合ったのかなっていうのがちょっとわからなくて。なるほど。今でもすごくいい感想とか実感とか持ってくれてはって、なんでかっていうと、まさともくんの場合はテイクバックを下に下げるので、はい。高い位置からスタートすると、極端にやってますけど、要は一旦下げるので、距離が長なるんですよね。ですよね。はい。で、低くすると、要は下から上げてくるような感じになるので、距離が短いので、テイクバックが、間に合いやすい。だし、テイクバックは絶対間に合わないといけないので、要は高いよりは低い方がいいだろうなって感じがします。で、あとはもう左手の上げ方ですよね。はい。左手がちょっと外回りしてしまったりするから、ちょっと良くない、まっすぐ出せるようにしたいっていうことですね。はい。そういうことです。はい。左手は、いろんな練習ができるので、逆さ回しスローとか、足上げスローイングとか、それこそ今の、やつでもそうですし、いろいろ。あと一番、ガニ股スローイングってわかります？最初にやったやつですね。そうです。また割って。また割って移動して。その時の、その位置を工夫しただけで練習できます。それ横歩きスローなんだよね。これ横歩き。歩いていってるやつ。ガニ股スローは、さっきの四つ前になってもらって、左足に蹴って、左手内旋させて投げるやつ。ポーンって投げるやつ。何ですか？そうです。そうそう。それを、セットの状態からやるの。セットの状態から、また割って、また割って、また割って、そこからやるの。そうそう。それで実際ボール投げるんやけど、それでも練習できるから、左手の。なるほど。で、ガニ股スローイングが、間合いで言うと、一番早いのよ。要はクイックの練習にもなるぐらいなんで、
なので、その周りで、例えば上やったら間に合わへん。下やったらやっぱ間に合う。で、当然左手の出し方なんかも、今までね、この状態から、手伸ばした状態からガニ股するのやってたやつを、はい。胸からスタートするだけで出し方も練習できるんで、しかも間合いが早いから、それで練習しとくと左手の練習もいいかもしれないね。なるほど。まあでも基本的にグラブの位置最初に低い位置に置いていた方が彼にはちょっと合うのは合うんですよあ、ね。そうです、そうです。腕のね、軌道が長くなっちゃって間に合わへんくなるので、下げとかなあかんので、なるほど。物理的な問題で、上げると難易度高いですね。テイクバックの。はい。はい。だったら、まあ、真ん中へその位置ぐらいから、関節のぐらいの範囲で折ろうかなと。うん。それも本当に答えなく、一番本人の合う位置が絶対いいので。なんか最近二択にしてて、うん。ちょっと肘結構丸める感じにして、こことか、ちょっと、こう、緩い感じで、このままとか、にしてるんですけど、うん。うん。どっちがいいんかなって正直迷ってて、まあ、今の、テイクバック脱力したいよね、みたいなのを練習するんやったらもう絶対下げとかないと、そっか。上げとくと余計難易度上がっちゃうよ。ですね。はい。はい。急いで上げなあかんし、急いで振らなあかんから。確かに。そうっす。確かに。もう要はそのトップの時にいかに脱力できる準備をするっていうことですよね。そうです、そうです。足上げた時ももう、ほんと脱力した状態で、立った方が。そうですね。もう本当にこう、自然体で力抜いた状態で、どこまでリリースに全部力持っていけるかな。なるほど。了解です。見ました。はい。ちょっとエクササイズを、この冬、はい。もうしつこいぐらい。はい。本当にいいエクササイズなんで、また成果教えてください。了解です。お願いします。じゃあ、ありがとうございました。はい。ほな、ありがとうございました。ありがとうございました。本でもよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まお願いします。